こんにちは。お久しぶりの受診ですね。今日はどうされましたか？この辺りが少し突っ張るような感じがあって、なんとなくしびれるような、そんな感じがするんですね。わかりました。症状があるのは左側の方だけですか？わかりました。それでは、その症状が出たのはいつ頃からですか？2日前の朝起きた時ですね。わかりました。なるほど。それで顔面神経麻痺を心配されて今日は来てくださったんですね。はい、わかりました。今お伺いした症状だと、こちら側が少し突っ張るような感じがしたりだとか、それからなんだかしびれるような感じがするということなんですけども、その他にもですね、こちら側の目が少し閉じづらいだとか、食べ物が食べにくいとか、そういった感じはないですか？なんとなく目が動きにくい感じがあるんですね。はい。お耳の方はどうですか？少し詰まっているような感じもあるんですね。はい、わかりました。そうですね。確かに症状を聞いてみたらですね、なんとなくご心配なさっている顔面神経麻痺が出ているような感じがあるんですね。ちょっとお顔に触れても大丈夫ですか？はい、じゃあちょっと触らせてくださいね。失礼します。今私が触ってみて、感覚がちょっと違うような、そんな感じありますか？そうですね。こちらは触っているような感じがあるけど、こっちが少し鈍い感じがしますか？はい、わかりました。今度はちょっと目を見せてくださいね。はい。ちょっと暗くなります。はい。じゃあちょっと目を見せてください。まっすぐに前を向いてくださいね。このまままっすぐ前を見ててください。少し眩しいですけど、できるだけまっすぐ前を向いてください。そーっとゆっくり動かします。はい、いいです。明るさ戻しますね。そうですね。目の方はそこまで異常はないような感じなんですけれども、顔面神経麻痺が起こる原因はですね、正直のところ
90%は原因不明のものと言われてるんですね。でも中にはヘルペスウイルスだったりだとか、それから帯状疱疹のウイルスだったりだとか、そういったものが関係している場合もありますので、まずは血液検査をしていただいて、そういった感染の状況などを見させてもらって、それから少し顔面神経の方のスクリーニングテストを行っていきますね。はい。ではまずはあちらのお部屋で採血をお願いしますね。ナースの指示に従って採血が終わりましたら、また中の待合室でかけてお待ちください。はい。じゃあまずは採血をお願いしますね。お待たせいたしました。それでは今から採血をしていきますので、どうぞまずはこちらにおかけください。はい。そうですね。まずは確認のためにお名前を頂戴してもよろしいですか？はい、ありがとうございます。今日は2、3日前から少しお顔が引きつるような感じがあったんですね。大変ですよね。気持ちが悪いですよね。そこで顔面神経麻痺が起こってるんじゃないかっていうことで、今日はですね、一般的な血球の検査、白血球とか赤血球とか、そういった血球の検査と一緒に、ヘルペスウイルスとか、そういった顔面神経に何か影響を及ぼすようなウイルスに感染していないかというのを調べていきますね。はい。お食事ですか？食べてきても大丈夫ですよ。今日はですね、食事の影響のない検査ですので。はい、お気遣いありがとうございます。それでは、患者さんは利き腕はどちらですか？右手でいらっしゃいますか？それでは、左腕をこちらの台の上に乗せてもらってよろしいですか？はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。採血の前にお伺いしたいんですけれども、針が苦手だったりだとか、今まで採血とか点滴の時にご気分が悪くなられたりだとか、そういったことはなかったですか？大丈夫ですね。はい。あとですね、アルコールで消毒をするんですけれども、アルコールを使って肌が荒れたりだとか、赤みが出たりかゆみが出たりだとか、そういった肌のトラブルは今までなったことありますか？大丈夫ですね。はい。それでは採血をしますね。今日はそんなにたくさん血液がいらないので、この小さい注射器で大丈夫です。はい。では、採血をしていきますよ。まずは、クケス体を任せてくださいね。はい。では、ちょっと腕を上げていただいて、失礼いたします。はい、いいですね。じゃあ、この状態で、親指を中に入れて、手をぐっと握っててください。はい、いいですね。
ちょっと緊張しますね。でもすぐに終わりますから大丈夫ですよ。はい。じゃあ消毒しますね。少しヒヤッとしますよ。そうですね。この辺りから取れそうかな。じゃあここからいただきますよ。手をぐっと握っててくださいね。はい、じゃあちょっとチクッとします。そのまま手は握っててください。はい、終わりました。力を抜いて楽にしてくださいね。ここにテープを貼っておきますので、しばらくの間ぐっと押さえててもらっていいですか？はい、お願いします。ちょっと怖かったですか？大丈夫ですか？痛くなかったですか？あ、よかったです。患者さんすごくいい血管が出ていたので、おかげで取りやすかったです。はい、それではちょっと見てみましょうか。もう少しここを押さえててもらって、そうですね、あと5分ぐらい経ったらこちらのテープに貼り替えてもらっていいですか？はい、じゃあここに貼っておきますのでね、5分経ったらテープ貼り替えてください。腕下ろしていただいて大丈夫ですよ。はい、お疲れ様でした。それではまた診察室の方にお呼びいたしますので、あちらの中待合室でお待ちください。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。それでは今からですね、いくつか顔面神経麻痺のテストを行っていきますね。まずは、患者様の表情筋がしっかりと動くかどうかをチェックしていきますので、私が今から言うことを実際にやってみてください。はい、それではいきますよ。まずは無表情で構わないので、私の方をまっすぐ見てください。そうですね、まっすぐ前を見て、はい、いいですね。少しやっぱりこちらの顔に引きつるような感じがありますね。それではこのおでこのところにですね、シワを寄せてもらってよろしいですか？そうですね、眉毛のところにこうキュッと力を入れてもらうような感じで、キュッとこの辺りに力を入れてもらって、はい、いいですね。左側がどうしても力が入りにくいですか？そうですね。
く閉じてください。薄めを開ける感じですね。はい、そうです。それを薄く閉じて開けて、薄く閉じて開けて、もう一回お願いします。もう一度薄く閉じて開けて閉じて開けて。はい、それじゃあ今度は目をキュッと閉じて開けて、キュッと閉じて開けて、これを4回繰り返してもらいますね。はい、それではいきますよ。まずは目を開けて、はい、キュッと閉じて開けて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 。はい、いいですね。目が少し開けたり閉じたりしづらいですか？そうですね。はい。はい、それでは今度は目を片方ずつ閉じて開けて閉じて開けて、こんな感じで片方ずつ閉じて開けてを4回繰り返しますね。はい、じゃあこちらの目から閉じますよ。はい、閉じて開けて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 。はい、いいですね。はい、それでは今度は頬をぷくっと膨らませてしぼませて、膨らませてしぼませて、こんな感じで膨らませてしぼんでを繰り返してください。はい、いきますよ。ぷくっと膨らませてしぼませて、膨らませてしぼませて、膨らましてしぼませて、膨らませてしぼませて。はい、いいですね。では最後にお口をいーとしてうー、いーと言ってうー、これを繰り返します。いーという時にはできるだけ口を横に、うーという時にはできるだけ口をすぼめるようにお願いしますね。はい、ではいきますよ。いー、うー、いー、
ですね。これをスコアリングしていたんですけれども、どの程度表情筋が動くかというのをですね、スコアリングしたんですけれども、今患者様の点数が、18点っていうところで、少しギリギリ中等症の症状が出てるかなっていうところなんですね。やっぱりこの症状が出ているこちら側が少し動きが鈍いような感じがありますよね。私今触ってるんですけど、やっぱり突っ張ってるような感じがしますか？そうですよね。はい、それでは今度はもう少しいろいろと感覚的な刺激を与えて、腱側側と麻痺側でそれぞれどのぐらいの程度の違いがあるかを確認していきますね。はい、それではこちらに2本の大きめの綿棒がありますね。これが片方はお湯につけて、もう片方は氷水につけます。それを交互に私がお顔にこうやって触れていきますので、冷たい方で触れたのか、それとも温かい方で触れたのか、どちらで触れたかを教えていただいてもよろしいですか？はい、では始めますね。はい、失礼します。今どちらで触れてるかわかりますか？温かい感じがしますか？はい、じゃあもう一度いきますね。どうですか？どちらで触れてるかわかりますか？はい、じゃあもう一度いきますね。はい、失礼します。こっちが麻痺がある方なんですけど、わかりますか？どうですか？冷たかったですか？はい、そうですね。1回目と2回目は温かい綿棒で、そして最後が冷たい綿棒でした。それでは今度はこの2本の綿棒をどちらも温めてからお顔に触れますので、この左右でどの程度違いがあるか教えてもらっていいですか？はい、じゃあいきますね。失礼いたします。
ですか？仮にこちら側の麻痺がない方を10だとしたら、こちらの麻痺がある方は感じ方としてどのくらいですか？6点ぐらいですね。はい、わかりました。はい、いいですね。それでは今度はこちらの筆を使います。患者さんには目を閉じていていただいて、私がこの筆で患者さんのお顔のどちらかを撫でてみますので、どちらを触ったか教えてもらっていいですか？はい、それでは目を閉じてください。では触ってみますよ。目は閉じててくださいね。どうですか？今どちらを撫でているかわかりますか？そうですね。麻痺がない方を今筆で撫でています。それでは今度はこちらですが、どうですか？わかりますか？やっぱり先ほどの計測側とはちょっと違う感じがしますか？こちらの方がちょっと感覚が鈍いような感じがあるんですね。はい。ではこれはどこかわかりますか？そうですね。おでこのあたりを撫でてみました。はい。そのまま目を閉じててください。どうですか？そうですね。今この患者さんの顎のあたりを撫でました。こちらの麻痺がない方でなんとなく察知しているような感じですね。はい。はい。目開けてもらっていいですよ。はい。それでは今度はこちらの小さい綿棒を使って検査をしますね。まずはこの中から綿棒を3本ほど取り出しますね。私が今からこの綿棒の先に甘い
酸っぱい、苦い3種類の味をつけます。患者さんはそれをお口に綿棒を入れてもらって、どんな味がするかを教えてもらっていいですか？はい、ではいきますよ。じゃあまずはこれからいきますね。はい、じゃあお口を開けてください。はい、お口に入れて、ちょっと酸っぱいですか？はい、いいですね。じゃあ今度はこちらです。どうですか？これは甘いですか？はい、いいですね。じゃあこれもいきますよ。お口をはーっと開けてください。はい、失礼します。どうですか？ちょっとびっくりしましたか？そうですね、最後苦いのが来るかと思ったら、どうですか？甘かったですか？合ってますよ。ちょっと意地悪しました味覚がたまにこの麻痺に伴って少し低下するという方いらっしゃるんですけど、患者さんの場合は味覚は問題ないようですね。はい、大丈夫ですよ。それでは最後なんですけど、ちょっと今日ね、患者さん耳が少し詰まっているような感じがするとおっしゃっていたので、最後に言葉の聞き取りテストをしていただきますね。この顔面神経というのも脳神経でもあるんですけど、結構耳鼻科の領域の方に診療を置く場合もあるんですね。というのも、この神経が耳鼻科の領域にまで及んでいて、たまに耳がちょっと聞こえづらくなるという方もいらっしゃるので、今回は簡単な言葉の聞き取りテストをやりますね。やり方はとても簡単です。私が今から4つの何の関連性もない言葉を患者さんの耳元で小さな声でささやきます。私が3回言葉を繰り返しますので、その3回目の言葉が止まったら、こちらの紙に書いてくださいね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、それではこちらから順番にいきますね。ひまわり、ひまわり、ひまわり。魚、魚、魚。
いただきますね。1問目がひまわり、2問目が魚、3問目が紅茶、最後は猫ですね。はい、問題ないですね。今これで全部の検査をすることができたんですけれども、まず耳の方はね、そんなに気にされなくても大丈夫だと思います。はい、どうしても麻痺に伴ってちょっと気持ち悪い感じがするかと思うんですけれども、顔面神経の方が治っていくと自然と治っていくのではないかなと思います。もしも続くようでしたら、また耳鼻科さんに相談してみてください。はい、そしてその顔面神経の方なんですけれども、いろいろとテストをしてみたんですが、やっぱりちょっと中等度の症状が出ているので、原因はまだちょっとね、先ほどの採血の結果が出ないとちょっと何とも言えないところはあるんですけれども、まずは、こちらのですね、プレドニンというお薬を飲んでいただいて、ステロイド薬になるんですけれども、患者さんは糖尿病とか、あと緑内障と言われたことはないですか？大丈夫ですね。はい、じゃあ今日ステロイドのお薬出せますね。はい、それからあとはビタミン剤を今日処方しておきますね。ウイルスの抗体検査は3日後に分かりますので、もしウイルスが検出された時にはこちらからお電話を差し上げますので、その時にはまた抗ウイルス薬を追加してお出ししようと思います。電話がなければ問題なかったんだなということで、今日お薬を1週間分処方しておきますので、1週間後にまたご覧いただいてもよろしいですか？はい、顔面神経の麻痺というのはですね、結構原因がよくわからないこともあったりもするのでね、そういった場合ストレスとか、そういったところから症状が出てくることもあるんですね。はい、なるべくストレスためないように頑張りましょうね。しっかりとご飯を食べて、水分もとって、時には甘いものを食べたり、カラオケに行ったり、自分を甘やかしてあげてくださいね。はい、それではまた何かありましたらどうぞご遠慮なくお電話でも大丈夫ですのでご相談お願いしますね。はい、ではお大事にどうぞ。